オスウィークリードラゴンボールニュースの時間です。11月11日から1週間のドラゴンボールニュースをお届けします。まずは先週のニュースです。11月7日木曜日からドラゴンボールスーパーダイバーズ1弾が稼働を開始しました。ドラゴンボールスーパーダイバーズはドラゴンボールの世界に飛び込めをテーマにして没入感と臨場感を重視した最新のデジタルカードゲームです。最上位のリアリティゴッドレアには悟空とベジータが対となるデザインで登場しています。ぜひプレイしてみてください。さらに稼働開始当日にエントリーデッキ2種とサプライ商品各種が発売されました。すぐにゲームが始められるエントリーデッキや大切なカードを守るスリーブなどゲームを始めるのにぴったりなアイテムですので合わせてチェックしてみてください。次のニュースです。11月8日金曜日からドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンワールドのブースターパック第4弾とスタートデッキ2種類が発売されました。こちらニュースについて担当の方からコメントが届いています。VTR をご覧ください。皆さんこんにちは。ドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンワールド開発プロデューサーの金子です。11月8日にスタートデッキ孫悟空ミニ、ベジータミニ、それからブースターパック限界を超えし者が発売になります。今日は収録されているカードの中から、いくつかカードをご紹介いたしますが、まずはスタートデッキのご紹介をいたします。今回のスタートデッキは税込み550円という非常にお求めやすい価格になっておりますので、この機会にぜひフュージョンワールドを始めてみてください。それでは早速、限界を超えし者に収録されているカードをいくつかご紹介いたします。まずリーダーパラレルのご紹介です。はい、それでは1枚ずつお見せします。まず孫悟空ですね。こちらは身勝手の極意兆しの姿になっています。続いて孫悟飯青年期、はい、こちらはアルティメットご飯の状態ですね。続いてベジータ、サイヤ人編のギャリック砲の瞬間です。かっこいいですね。続いて魔人ブン悪、こちらはゴテンクスを吸収した姿になっています。最後がスーパーベビー2ですね。はい、5枚とも非常にかっこいいイラストになっているかなと思いますので、ぜひぜひデッキに入れて遊んでみてください。続いてブースターパック第4弾には特別再録カードが3種類収録されています。こちらです。今回は彩色に非常にこだわったデザインになっておりまして、3枚ともめちゃくちゃ迫力のあるカードにできたかなと思っています。いずれも強力なエクストラカードになっていますので、こちらもぜひぜひ手に取って、遊んでみてください。限界を超えし者は、大魔が放送開始というところで大魔のカードをいくつか収録しているんですが、大魔のカードは今回特別にパラレル版を制作しました。それがこちらです。通常のカードに大魔のカードだけ金箔押しをしたパラレル版を収録しています。文字のところとかエフェクトが金箔押しになっていますので、こちらが当たったら超ラッキーという形でこちらもぜひぜひ集めてみてください。それではいよいよシークレットカードのご紹介をいたします。まずはスーパーベジータですね。はい、見えますかね。かっこいいですね。そしてこちらのシークレットがパラレル版になった状態ですね。それがこちらです。静と動といったところで、先ほどの、変身した直後の立ち姿からこちらはよりアクティブなポージングになっています。そしてもう1枚のシークレットカードが孫悟空。こちらは身勝手の極意のカードです。はい、待望の収録というところで、こちらもぜひぜひ手に入れてください。そしてシークレットパラレルですが、こちらは今までと少しアプローチを変えてデザインしました。こちらです。もうこのカードのためだけに制作した加工のようなカードになっておりまして、非常に特別感のあるカードにできたかなと思っています。まさにカメハメハを受けている瞬間を正面から切り取ったようなデザインになっているんですが、こちらをさらにもう一段階引き上げたのがスーパーパラレル版です。こちらです。先ほどのカードよりもより輝きを増したようなデザインになっておりまして、エフェクトの部分にも少し模様のような箱押しがされていたりだとか、フレームの部分をさらに取り除いて全体が光り輝いているようなカードに仕上がっているかなというふうに思います。以上がカードのご紹介となります。ブースターパック限界を超えし者、それからスタートデッキ孫悟空ミニ、ベジータミニは11月8日発売となりますので、ぜひぜひ手に入れて遊んでみてください。さよなら。ありがとうございました。詳細は本サイトの記事をご確認ください。その他先週のトピックスはこちらです。
次は今週のニュースです。11月14日木曜日からドラゴンボールスーパーカードゲームオフィシャルプレイマット連載40周年記念バージョンがプレミアムバンダイで受注を開始します。ドラゴンボール大祭りやチャンピオンシップウェーブ2エリア予選の各会場で販売された連載40周年を記念したプレイマットがプレミアムバンダイで受注を開始します。28日までの期間限定受注となりますので、この機会にぜひチェックしてみてください。次のニュースです。11月15日金曜日から17日日曜日まで魂ネーション2024が開催されます。秋葉原にて開催される年に一度のフィギュアの祭典です。ドラゴンボールシリーズの新作はベルサール秋葉原の1階に展示されます。巨大なジオラマや SH フィギュアーツの実像も展示される予定ですので、ぜひ会場に足を運んでみてください。その他、今週のトピックスはこちらです。次は本サイトで今週公開予定のコナミ記事のお知らせです。以上、今週のウィークリードラゴンボールニュースでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。